こんにちは、水草しげるです。アクアリウムをやる上で一番厄介なのが苔対策ですよね。どんなに水替えをしてもどうしても苔は発生してしまいますが、苔の発生が少なくなれば日々のメンテナンスもすごく楽になります。というわけで今回の動画では苔が発生しにくくなる環境づくりというテーマでお話をしたいと思います。随分偉そうな言い方ですが、自分も何度も苔を発生させて失敗してきました。その教訓からすごく基本的な3つのポイントを動画でお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。まずポイント1つ目は CO2 添加です。水草を育てる上で超基本的なことですが、意外と CO2 添加なしで水草水槽をやっている人が多いと聞きました。水草が光合成をするときに水の汚れを吸収して成長するのですが、 CO2 添加をしていないと光合成が十分に行われません。私もたまに CO2 ボンベの残量を確認し忘れて家に帰ったら CO2 の添加が止まっていて苔が発生し始めていることがよくありました。とにかく魚の糞や餌の食べ残しから発生する水の汚れは苔の発生に直結しますので、まずは水草が健康的に成長する環境を整えるところから始めてみてください。ちょうどこんな感じで水草から光合成によって発生した酸素が水中に浮かび上がってくるような状態にしておくのが理想ですね。2つ目のポイントはエアレーションです。照明が消えている夜間は水草の光合成が止まって呼吸が行われます。水草や生態に酸素を供給するという意味もあるのですが、それ以上に日中に添加した CO2 を水槽から追い出すという意味がとても重要です。苔は少しの照明と CO2 で成長してしまいます。日中に添加した CO2 が残っていると水草が光合成をしていない間に苔が繁殖してしまいますので、 CO2 を追い出して苔の成長を鈍らせる必要があります。 CO2 添加をしていてもエアレーションをしていない人は意外と多いんじゃないでしょうか。私の場合は日中照明と CO2 を8時間、それ以降寝る時間まではエアレーションが行われるようにタイマーコンセントで制御してます。またエアレーションの気泡が水面の余膜を弾き飛ばしてくれるので、その点でも、導入することをお勧めします。個人的にはエアレーションしていれば油膜取りなどの器具を導入する必要はないんじゃないかなと思ってます。これは個人的なおすすめなんですが、水深というエアレーション器具ですね、これがとても静かでおすすめです。3つ目のポイントはバクテリアの活性化です。餌の食べ残しや魚の糞はバクテリアによって分解されて植物が吸収できる物質に姿を変えるのですが、バクテリアが繁殖していないと水が汚れてしまい苔が繁殖しやすくなってしまいます。私の立ち上げ動画では毎回定床にバクテリアの元となるバクター100と定床の汚れを吸収してバクテリアの助けるクリアスーパーを撒いていますが、他社から出ているバクテリアの元なのでも OK です。外部式フィルターの中にバクテリアの元を少し入れておくのも効果的です。また水替えの時にこのビタミン添加剤をカルキ抜きと一緒に入れるようにしています。ビタミンはバクテリアの活性化や生き物の健康維持に役立ちます。バクテリアは目に見えるものではないのですが、このビタミン添加剤を添加し始めてから水の透明度が明らかに上がり、苔も生えにくくなりました。水替えという点で言うと、水替えの量は多くて水槽の水の3分の1程度とするのが良いです。あまり水を替えすぎると繁殖したバクテリアが減ってしまいます。また水質の変化が大きくなって生態にも負担がかかってしまいます。やっていない人はいないと思いますが、必ずカルキ抜きは行ってください。バクテリアへの効果に加えて目に見えてわかる効果としては、苔取り生態の食欲が爆増します。見ての通りヤマトヌマエビが盛んに水槽内の苔を食べてくれているのがわかります。また熱帯魚の免疫力が上がって食欲も増加するので、餌の食べ残しがなくなり水の汚れが少なくなります。
何より熱帯魚が元気よく泳いでいるのを見るのが一番嬉しいですよね。はい、いかがだったでしょうか。今回紹介した3つのポイント以外にも苔発生防止のポイントはたくさんありますが、最近自分が実践して良かったことをかいつまんでお話しさせてもらいました。特にビタミン添加剤に関しては水槽内にバクテリアが繁殖していることが前提になっていますので、水槽を立ち上げる際にバクター100などを使っておく必要があります。次回の動画では自分が使っている液体肥料の紹介などを載せていきたいと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。